人生はサバイバル。いつも動画を見てくれてありがとうございます。おのおのの人生はサバイバルと言っていいくらい、それぞれが波乱万丈の人生を生きることとなるのが世の常ですが、人間万事塞翁が馬という格言もあります。過ぎ去った過去にとらわれすぎず、まだ来ないがいつかは来てします未来について過剰に心配しすぎず、唯一幸福を感じられる時である今現在を大切にしてほしいと思います。このチャンネルでは敵を知り己を知れば百戦危うからず、サバイバルのための敵と何なのか、それに備えるための自分の知識と心構えを充実させておいてほしい、そんなメッセージを送っていきたいと思います。今回紹介するサバイバルは、それではお楽しみください。引き続き、もしも山でスキー中に遭難した時、どう行動するべきかの解説を続けます。4、克服のための技術と方法続き。4.12 ビバークの技術。遭難時、緊急避難用のビバーク野営技術は非常に重要です。ビバーク袋や簡易テントがあれば、それを使用して雪や風をしのぎ、体温を維持することができます。万が一ビバーク袋がない場合、周囲の自然資源、例えば木々や雪を活用してシェルターを作り、一時的な避難場所を確保することが不可欠です。4.13 吹雪時の視界確保。吹雪の中では視界が大幅に低下し、進む方向を見失いやすくなります。雪が激しく降っている状況では、その場にとどまり、吹雪が弱まるのを待つことが賢明です。ホワイトアウトの状況では無理に動くことが命取りになるため、必ず風上に向かって滑らないように心がけ、樹木や岩陰で風を避けることが有効です。4.14 適切なコミュニケーションの確保。スキー中にグループで行動している場合、無線機や携帯電話を用いて定期的に連絡を取り合うことが重要です。遭難して孤立してしまった場合でも、携帯電話のバッテリーを節約しながら、適切なタイミングで位置情報を伝えることで救助隊が発見しやすくなります。また、事前に家族や友人に行き先や予定を知らせておくことも重要です。4.15 自分を目立たせる方法。遭難時には救助隊に見つけてもらうことが重要です。スキーウェアは鮮やかな色のものが多いですが、さらに目立つように反射テープや SOS 用のサインを準備しておくと有効です。緊急時には鏡や金属片で太陽光を反射させたり、煙を上げるなどして自分の存在を知らせます。4.16 低体温症への対策。遭難時、長時間寒冷な環境にいると低体温症のリスクが高まります。低体温症の初期症状には震えや判断力の低下があります。この段階で温かい飲み物を少しずつ飲む、体を摩擦して温める、体力を使いすぎないように休息をとるなどの対策が有効です。4.17 事前準備の重要性。遭難は突発的に発生しますが、適切な事前準備によって生存率を大幅に向上させることができます。防寒具や食料、水、応急処置セットの持参、地図や GPS の準備などが重要です。また、遭難時に備えた講習や訓練を受けておくことも有効です。4.18 山岳保険への加入。特にスキーや登山を楽しむ場合、遭難時の救助費用は非常に高額になる可能性があります。山岳保険や救助保険に加入しておくことで、万が一の際に安心して救助を依頼することができます。4.19 適切な食事と栄養管理。長時間の遭難では体力の維持が生存の鍵となります。行動前にはしっかりと栄養をとり、遭難後も持参している食料を少量ずつ摂取してエネルギーを補給します。カロリーの高いチョコレートやナッツ類、簡易食を常備しておくと良いでしょう。4.20 パニックを避ける。パニックに陥ると冷静な判断ができなくなり、さらに危険な状況に陥る可能性が高まります。遭難した場合はまず深呼吸をして冷静さを保ち、状況を整理して次に取るべき行動を考えます。パニックを避けるためには、
事前にシミュレーションを行い、いくつかのケースを想定しておくことが有効です。4.21 自己救助技術。最悪の場合、救助がすぐに来ないことも考えられます。そのため、自力での脱出を試みる場合もあります。GPS を利用したり、太陽や地形の手がかりを使って方角を確認し、無理のない範囲で下山を試みることが生き延びるための一つの手段です。5. ユニークな克服方法の提案。ここでは、スキー中の遭難を克服するために、これまでにはあまり考えられていないユニークな方法を3つ提案します。5.1 ドローンを使った遭難場所の通知。最近ではドローンが普及しています。事前にドローンを持参しておき、遭難時にはドローンを飛ばして自分の位置を特定し、周囲の状況を確認することができます。これにより、最適な避難場所を探したり、救助を呼ぶ際に自分の状況を正確に伝えることができます。5.2 温度センサー付きウェア。最新技術を駆使したウェアには、体温や周囲の気温をモニタリングできるセンサーが搭載されたものがあります。このようなウェアを使用することで、低体温症のリスクが高まる前に体調を管理し、適切なタイミングで防寒対策を講じることができます。5.3 太陽光発電機を活用したバッテリー充電。スキー中でも太陽光発電を利用してバッテリーを確保することができます。小型の太陽光パネルを持参することで、携帯電話や GPS、無線機のバッテリーを充電し続けることができ、長時間にわたる遭難状況でも連絡を維持することが可能です。6. 励ましと具体的なアドバイス。最後に、もしもスキー中に遭難した場合に生き残るための励ましの言葉と具体的なアドバイスを添えて締めくくります。励ましの言葉。どんなに厳しい状況でも、あなたには生き残る力があります。自然の厳しさに直面しても、冷静さを保ち、一つ一つの状況に対処していくことで、必ず救助の手が差し伸べられます。自分を信じて、一歩ずつ前進し続けてください。具体的なアドバイス。1. 冷静さを保つことが最優先。遭難時はまず深呼吸して状況を分析し、焦らずに次の行動を考えることが重要です。2. 小さな成功を積み重ねる。食料や水を確保したり、安全な場所を見つけるなど少しずつ状況を改善するための小さなステップを大切にします。3. 救助隊に期待しつつ自力脱出も視野に入れる。救助が来ることを信じつつも、状況が悪化しない範囲で自分の位置を知らせる努力を怠らないことです。以上が山でスキー中に遭難した時にどう行動すべきかについての詳細な解説です。このような状況では、準備と冷静な判断、そして行動が生死を分ける重要なポイントとなります。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。お話が気に入っていただけた人はチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いいたします。また、次に紹介してほしいサバイバルの知識や、こんなサバイバルの情報も欲しいといったアドバイスをコメント欄に書き込んでいただければ、さらにサバイバル学をお届けしていきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録と高評価、また実際にこの動画、人生はサバイバルを見ての感想をコメント欄にお願いします。人生はサバイバルでした。では、また次の新たなサバイバル学の授業でお会いしましょう。